皆さんこんにちは。さすがの面です。今回はウォーハンマー 40K のアルマゲドンボックスセットに入っているウィアードボーイを塗装していきます。ヨドバシカメラで新しい塗料もたくさん買ってきたので、今日はそれらも使いながら挑戦していきます。今回も使用しているのはシタデルカラーというウォーハンマー公式の塗料です。実はこの塗料、初心者でも扱いやすいように種類が分かれていて、ベースカラー、陰影をつけるシェード、明るい部分を塗るレイヤーなど、それぞれ役割が決まっています。どの順番で塗ればいいのかが分かりやすく作られているので、私みたいな初心者でも少しずつ塗装を覚えられるのが魅力なんです。しかも色の種類も本当に豊富で、見ているだけでもワクワクするんですよ。今回はレイヤーカラーやコントラストカラーなど、明るくてパキッとした色をベースカラーのレイスボーンと混ぜてパステルカラーを作り塗っていきます。シタデルカラーは絵の具などとは違い、混ぜるように作られていないので、下手に塗料同士を混ぜてしまうと彩度や明度が落ちてしまうのですが、こんな風にパステルカラーを作るのはお手の物。とってもいい色になっていますよね。そしてヨドバシカメラで塗料と一緒に買ってきたスポンジスティック。女性はよくメイクで使いますよね。こちらに塗料を含ませてポンポンポンと叩いてみると、このように綺麗なグラデーションができました。ちょっと生っぽいというか、本当のお肌みたいで綺麗ですよね。今回はシタデルカラーを水で薄めながら塗っていますが、この後ラーミアンメディウム薄め液も購入しました。水でももちろん塗れますが、メディウムを使うと塗料の性質をあまり変えずに薄められるそうなので、次回からはそちらも試してみたいと思います。まだまだ勉強中ですが、少しずつ道具も増えてきて、塗装がどんどん楽しくなっています。やっぱり新しい塗料や道具を使うだけですっごく楽しいですよね。今までとは全く違う雰囲気のカラーリングにも挑戦できるので、こんな色もありなんだという発見がたくさんあります。今回はオルクらしさは残しつつ、ふんわり可愛い雰囲気に仕上げられたらいいなと思っています。ぜひ最後まで見届けてくださいね。前回のアエルダリの塗装とは打って変わって、今回は見本をなるべく見ずに自分なりに悩みながら塗っています。テーマはカードキャプターさくらや守って四五月天みたいな90年代パステルカラー。全体はふんわり優しい色合いにしつつ、ところどころに鮮やかな原色を差し色として入れて、可愛さの中にもメリハリが出るようにデザインしていきます。見ていて気づいた方もいるかもしれませんが、まだまだ筆の使い方が下手っぴで、塗料を筆の根元までたっぷりつけちゃってます。これ実は筆をかなり傷めてしまう使い方なんだそうです。次に新品の筆を使うときは長く使えるように気をつけたいですね。初心者だからこそ
こういう失敗も含めて成長していけたらと思っています。このレトリビューターアーマーという塗料は、私が持っている金属カラーの中でもピカイチにキラッキラなんです。ちょっと東南アジアのキラキラのお寺みたいな黄金感があって、なかなか神々しいですよね。はい、事故りました。コントラストカラーやシードカラーはシャバシャバの液体なので、こぼさないように気をつけましょう。このクッキーとラスクがすっごく美味しくて、一気にたくさん食べちゃいました。作業中はおやつがはかどりますよね。皆さんはどんなおやつを作業のお供に選びますか？私は普段はおせんべいとかスナック系のしょっぱいお菓子をよく食べるんですが、クッキーめちゃくちゃ美味しかったです。それにしても、ウィアードボーイのこの大量のケーブル、一体何なんでしょうね。オルクのことだから、かっけー、つえー、かしけー、ぐらいのノリでつけてそうな気もします。実際は、ウィアードボーイが集めたワーグエネルギーを制御するための装置なんですが、オルク本人たちは細かいことは気にしてなさそうですよね。昨日はツイッチでランドスピーダーの仮組配信をしていました。組み上がった姿が本当にかっこよくて、完成がますます楽しみになりました。ツイッチでは週に1回ぐらいのペースでミニチュアの組み立てや塗装をのんびり配信しています。よかったらぜひ遊びに来てくださいね。さて、霧のいいところまで塗り終わりました。可愛く塗れてますかね？続きは次回の動画で。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さすがのメンでした。バイバーイ。